皆さん、こんにちは。本日はメジャーリーグベースボールにおける極めて異例かつ劇的な展開について、深く掘りされて解説していきます。華やかなグラウンド上で繰り広げられる熱戦の裏側では、時に私たちの想像を絶するような人間ドラマと、冷酷なまでにシビアな戦略的決断が交錯しています。今回は、ロサンゼルスドジャースが直面しているかつてない危機的状況と、その中心にいる大谷翔平選手の孤軍奮闘、そしてチーム内で巻き起こったとされる深刻な圧力について、多角的な視点から詳細な分析を言っていきます。第3戦において、ドジャースの中で唯一まばゆい輝きを放っていたのは、第25号及び第26号となる特大のホームランを叩き出した大谷翔平選手でした。しかし、野球というスポーツが本質的に抱える残酷な現実として、たった一人の選手の超人的な活躍だけでは、チーム全体を勝利へと導くには不十分でした。この試合の終了後、複数の地元メディアやスポーツジャーナリストたちの間で、クラブハウス内における信じがたい出来事が次々と報じられました。報道によれば、重苦しい空気が支配する試合後のチームミーティングの席上、大谷選手がロッカーを強く叩き、特定の二人の選手をチームの構想から外す要首脳陣に直訴したというのです。さらにはもう彼らとは一緒にプレイしたくないという、普段の温厚な彼からは到底想像もつかないような本音を漏らしたと伝えられています。もちろん、これらの発言は公式に確認された事実ではなく、極限のプレッシャーの中で生じた一時的な感情の爆発、あるいはメディアによる推測や脚色が加わった伝聞である可能性も十分に考慮して分析しなければなりません。しかし、このような報道がセンセーショナルに飛び交うこと自体が、現在のチームがいかに深刻な内部崩壊の危機に直面しているかを如実に物語っています。メジャーリーグという過酷なペナントレースを戦い抜く上で、クラブハウス内のケミストリーは戦術やデータと同等以上に重要な要素であり、これが崩壊した時の代償は計り知れないものがあります。この不穏な空気が漂う中、チームにさらなる追い打ちをかけるように、フレディ・フリーマン選手の負傷という衝撃的なニュースが飛び込んできました。フリーマン選手の離脱による大幅な戦力低下への懸念から、チーム全体が大きく動揺したことは想像に難くありません。このような緊迫した事態を受け、デーブ・ロバーツ監督が突然、大谷選手に対してこれまでの自身の采配やチーム状況について頭を下げて謝罪し、打線と先発メンバーを全面的に再編する方針を明らかにしたと一部のメディアで大きく報じられました。果たして、その衝撃的な変更内容とは一体どのようなものになるのでしょうか。戦術的な観点から見れば、打順の入れ替えだけでなく、プラトーンシステムの積極的な導入や、ブルペンデーの増加など、ドラスティックな戦略の転換が求められる局面です。一方で、大谷選手はこの試合で、自身の輝かしいキャリアの歴史の中でも特筆すべき、1試合での複数本塁打という驚異的な記録を打ち立てました。打球の初速や打ち出し角度のデータを見ても、彼のスイングメカニクスは現在完璧に近い状態にあります。この2本のホームランにより、今シーズンの本塁打数は一気に26本に到達し、ナショナルリーグの本塁打王争いにおいて6位タイに浮上することとなりました。首位を走る選手との差はわずか7本にまで縮まっており、キャリア3度目、そしてナショナルリーグ移籍後初となる本塁打王のタイトル獲得がいよいよ現実的な目標として視界に入ってきました。現在のナショナルリーグ本塁打王争いは、歴史に残るような白熱した激しい展開を見せています。トップには、フィラデルフィアフィリーズの不動の長距離砲であるカイル・シュワーバー選手と、コロラドロッキーズで台頭著しいハンター・グッドマン選手が、共に33本塁打で並走しています。それに続く3位には、アトランタブレイブスのマット・オルソン選手が31本でピタリと追走し、4位にはワシントンナショナルズのジェームズ・ウッド選手が30本で位置しています。現時点で30本塁打の大台を突破しているのは、リーグ全体を見渡してもこの4人のみという極めてハイレベルな争いとなっています。さらに5位には、同じくナショナルズの CJ エイブラムス選手が28本で続いており、大谷選手はそのすぐ背後にまで猛烈な勢いで迫っている状況です。ここで多くの野球データアナリストたちが注目しているのが、現在首位に立つシュワーバー選手の急激なペースダウンと失速です。高度な統計データサバントデータを分析すると、7月から8月にかけての彼の打撃指標は明らかに下降線をたどっており、直近の27試合でわずか3本塁打しか記録できていないという事実が浮かび上がってきます。
特定の球種に対するコンタクト率の低下や、スイング軌道のわずかなズレが原因であると専門家は指摘しています。この上位陣の失速によって、本塁打王争いの行方は一気に混戦模様となり、驚異的なペースでホームランを量産し続ける大谷選手のような追い上げ組に、とてつもなく大きなチャンスが生まれているのです。しかし、大谷選手がどれほど歴史的な大活躍を見せ、バットでチームを力強く牽引しようとも、野球が組織的な連携を必要とするスポーツである以上、一人でチーム全体の崩壊を食い止めることは物理的に不可能です。試合後、ファンやメディアに最大の衝撃を与えたのは、この試合で制球に苦しみ、乱調を露呈した先発投手のエリック・ラウアーをめぐるクラブハウス内での出来事でした。チームメイトであるマックス・マンシー選手が、試合後のメディア取材に対して驚くべき証言を行いました。マンシー選手によると、試合中のダグアウトで大谷選手とラウアー投手の間で交わされた会話を偶然耳にし、その内容があまりにもショッキングであったため、瞬く間にクラブハウス全体に大きな動揺が広がったというのです。専門家たちの分析を交えながらこの状況を紐解くと、ことの発端は2回表、ラウアー投手が相手打線に痛恨のツーランホームランを浴び、致命的とも言える追加点を許してダグアウトに戻ってきた直後のことでした。マウンド上で明らかに冷静さを失い、動揺を隠しきれないチームメイトの姿を見た大谷選手は、チームを牽引するリーダーとしての責任感から、自ら歩み寄って落ち着きを取り戻すよう励ましの言葉をかけたそうです。メンタルトレーニングの観点から見れば、失点直後のアドレナリンが高まっている投手に対してどのようにアプローチするかは非常にデリケートな問題ですが、大谷選手の行動はチームの勝利を最優先に考えた純粋なものであったと推測されます。しかし、極限のプレッシャーとフラストレーションの中にいたラウアー投手は、その善意からの助言を受け入れるどころか、周囲が凍りつくような高圧的で感情的な態度を示したと伝えられています。マンシー選手の生々しい証言によれば、ラウアー投手は大谷選手の話を途中で遮っただけでなく、心配して声をかけてくれたチームの主軸に対して大声で怒鳴り散らしたというのです。長年メジャーリーグの過酷な環境を生き抜いてきたベテランのマンシー選手でさえ、まだその時の驚きを隠せない様子で、メディアに対して次のように振り返りました。彼はほとんど翔平の顔に向かって、あなたに何がわかるんですか？放っておいてください。と怒鳴っていました。私は自分の目も耳も信じられませんでした。メジャーリーグのダグアウトにおいて、フラストレーションが爆発して感情的になることは決して珍しくありませんが、誰であってもあのような態度は取るべきではありません。ましてや、今日の試合で孤軍奮闘し、私たちの唯一のヒーローであった翔平に対してそのような言葉を投げつけるなど、チームメイトとして言語道断です。この証言は、単なる選手間の感情的なすれ違いという枠を超えて、投手陣と野手陣の間に生じている深い溝や、チーム全体のコミュニケーション不全という深刻な構造的問題を浮き彫りにしています。メジャーリーグの歴史を振り返っても、ダグアウト内での選手同士の激しい衝突は幾度となくメディアを賑わせてきましたが、チームの顔であるスター選手に対してこのような態度が取られた場合、それがチーム全体の士気や一体感に与える悪影響は計り知れないものがあります。ラウアー投手の期待外れのピッチングとそれに伴う内紛騒動と並行して、ドジャースにはさらに頭を悩ませる重大な知らせが届いていました。それは、チームの攻撃のようであり、精神的支柱でもあるフレディ・フリーマン選手の状態に関する極めて気がかりな情報でした。アクシデントが発生したのは、試合中盤のフリーマン選手の第3打席でした。相手チームの先発マウンドに上がっていたのは、緻密なコントロールで知られるシカゴカブスの左腕、今翔太投手でした。カウントが深くなった緊迫した場面で、今久志投手が投じた内角高め、球速 145km/h の鋭く食い込むストレートをフリーマン選手が強引にファウルにしようとした際、無情にも打球がバットの根元に当たり、そのまま彼の右手を直撃するという不測の事態が発生したのです。バイオメカニクスの専門家が指摘するように、メジャーリーグにおいて時速140キロを超える高級型や手首といった繊細な骨の集合体に直撃した場合、有鉤骨骨折や中手骨骨折など、長期間の戦線離脱を余儀なくされる重傷につながるケースが後を絶ちません。フリーマン選手はその打席を強い痛みをこたえながらセンターフライで終えたものの、36歳という年齢とチームにおける絶対的な重要性を考慮し、そのまま次の回の守備にはつかずにベンチへ退きました。
彼の離脱は単なる一選手の交代に止まらず、相手投手に対するプレッシャーの著しい低下、打線のつながりの分断など、チーム全体のオフェンス力に壊滅的な打撃を与える可能性を秘めていました。試合終了のサイレンが鳴り響くのとほぼ同時に、ドジャースの医療スタッフは極度の緊張感の中、フリーマン選手に深刻な負傷がないか、そして今後のプレーに重大な影響が及ばないかを確認するため、球場内の医療施設で緊急の X 線検査を実施しました。首脳陣やチームメイト、そして世界中のファンが固唾を飲んで結果を待ち守る中、幸いにも X 線検査の画像には骨の異常は全く確認されませんでした。球団から発表された公式な医療レポートによると、担当の専門医師団は彼の手及び指の関節、人体周辺に骨のひびや微小な骨折の兆候は一切認められなかったと明確に確認しました。医学的な見地からの詳細な評価として、今回の負傷はごく軽度のものと判断され、ボールが強打した強い衝撃による一時的な打撲の可能性が極めて高く、患部に腫れや鈍い痛みが生じている程度であると結論付けられました。この比較的軽い負傷という診断結果を受けて、デーブ・ロバーツ監督は試合後のプレスカンファレンスにおいて安堵の表情を見せつつ、フリーマンをあのイニングの途中で交代させたのは、あくまで最悪の事態を想定した予防措置に過ぎません。メディカルスタッフの詳細な報告を聞く限り、彼は数日間の休養と治療を経て、近いうちにラインナップに復帰できる見込みですと、冷静なトーンで公式コメントを発表しました。しかし、試合そのものは6対7という、わずか1点差の残酷な敗戦で幕を閉じました。試合終了の瞬間から、指揮を取ったデーブ・ロバーツ監督に対しては、まるで嵐のような激しい批判の声が一斉に浴びせられることとなりました。現代のプロスポーツにおいて、ファンの声は SNS やインターネット上のフォーラムを通じて瞬時に可視化されます。そこでは、この試合における不可解な投手系統や野手の交代タイミングについて、監督自らがデータや戦術的根拠に基づいた明確な説明を行うべきだという、極めて厳しく辛辣な意見が相次ぎました。数多くのベースボールアナリストや専門家、そして熱狂的なファンたちは、各種メディアやポッドキャスト番組を通じて次のように率直な指摘を行いました。今日のロバーツ監督の采配はあまりにも不可解であり、統計的アプローチから見ても極めて不合理であった。特に、試合終盤に向けてまだ十分にスコアをひっくり返せる状況であったにもかかわらず、勝利への執念を感じさせるどころか、主力選手をあまりにも早々とベンチへ退かせた判断は到底理解できないという声が殺到しました。さらに彼らは、若手有望株であるアンディ・パヘス選手の不自然な交代劇についても深く言及しました。勝利確率加算値 WPA などのセイバーメトリクス指標を用いて解説するアナリストたちは、もしパヘス選手を途中で交代させていなければ、彼は9回裏の決定的な場面で打席に立つことができていたはずであり、これまでの彼のクラッチスタッツ勝負強さを示す指標を考慮すれば、その回こそチームが一気に得点を重ね、劇的な逆転サヨナラ勝ちを収める可能性が十分にあったと、データに基づく厳しい指摘を行いました。世論からの絶え間ない大きな圧力と、チームのポテンシャルに見合わない低迷する成績、さらに、その敗因の多くがフィールド上の選手たちのパフォーマンスではなく、ベンチにおける指揮官の戦術的ミスや不可解な采配にあるとみなされている現状を重く受け止め、ドジャースの編成トップであるアンドリュー・フリードマン編成本部長は、ついに強硬な手段に打って出たと各所で報じられています。メジャーリーグのフロントオフィス動向に精通する関係者からの情報によれば、フリードマン氏はロバーツ監督に対して厳重な警告として内部処分を下す決断をしたと伝えられています。報道のディテールに踏み込むと、フリードマン氏は試合終了後、ロバーツ監督を球団事務所の個室での緊急会談に呼び出し、ここ最近の一連の敗戦に直結した采配について、フロントオフィスの分析データと照らし合わせながら強い不満を率直に突きつけたとのことです。さらに一部のスポーツネットワークの報道によれば、監督に対して球団規約に基づく相当額の罰金を課した上で、今後のすべての試合において、ロバーツ監督が下す投手交代、代打の起用、守備位置の変更などあらゆる戦術的判断を、球団首脳陣及びデータ分析部門がリアルタイムで厳しく監視するという、事実上の最後通告とも言える極めて厳しい条件を突きつけたとされています。フリードマン氏はその会談の終盤で、さらに踏み込んだ発言をしたとされています。もしこのままチーム状況が改善されず、戦略的ミスによる連敗が続くようであれば、
これまでチームに多くの勝利をもたらしてきた実績を持つロバーツ監督であっても、その監督職は決して安泰ではないと強く強調したと伝えられています。これは、ドジャースという上昇を義務付けられた巨大組織の首脳陣が、長年チームを率いてきたロバーツ監督に対して発した警告の中で、過去最も厳しく、かつ直接的なものであると球界全体で重く受け止められています。この事態は、現在のチームが単なるスランプを通り越し、組織崩壊の一歩手前という極めて危機的な状況に陥っており、今すぐ根本的な打開策を見つけ出し、再び勝利への軌道に乗せなければならないというフロントオフィスの強烈な危機感を示しています。メジャーリーグにおけるフロントと現場の対立や緊張関係は珍しいものではありませんが、ここまで具体的な処分や監視体制がメディアを通じて報じられることは異例中の異例であり、チーム内部の緊迫感が臨界点に達していることを物語っています。このようなフロントからの厳しい叱責と、世間からの容赦ないバッシングを受けた後、それまでメディアの追及を避けるように姿を見せなかったロバーツ監督は、ついに重い口を開きました。記者会見場に用意されたマイクの前に姿を現した彼は、集まった多くの報道陣、そしてカメラの向こう側にいる何百万というファンに対して、自らの非を認め正式に謝罪を行いました。連日の激務と計り知れない重圧によって疲労の色が深く刻まれた表情で、ドジャースの指揮官は、ここ最近のファンの期待を大きく裏切る失望的な試合結果について、一切の言い訳をすることなく自らの責任を全面的に認めました。会見の冒頭、無数のフラッシュが焚かれる中でロバーツ監督は静かに語り始めました。まず最初に申し上げたいのは、グラウンド上で起きたすべての結果、そしてこの連敗について、チームを率いる私自身がすべての責任を負っているということです。試合後のビデオレビューやデータ分析を振り返ると、感情や直感に頼りすぎ、もっと慎重に、そして客観的に考えるべきだった判断ミスがいくつもありました。スタジアムに足を運んでくださる方々、そしてテレビの前で応援してくださる皆さんが、現在のチームの不甲斐ない戦いぶりに深く失望していることは痛いほど理解しています。そのことについて、指揮官として心から深くお詫び申し上げますと述べ、深く頭を下げました。会見の後半では、報道陣から今後の具体的な改善策について厳しい質問が飛び交いましたが、ロバーツ監督は言葉を選びながら真摯に決意を語りました。今後の試合では、一つ一つの戦術判断、特にブルペンの運用や勝負所での代打起用に関して、直感だけでなくアナリティクス部門が提供するデータをこれまで以上に深く検証し、極めて慎重に言っていきます。我々にはメジャーリーグ最高峰の才能を持った選手たちが揃っています。彼らの能力を最大限に引き出す環境を整えるのが私の最大の仕事です。チームを現在のこの苦しく、そして危機的な状況から一日も早く脱却させるために、フロントオフィスとも密に連携を取りながら、私にできる限りのすべてのことを尽くしていくと約束します。この言葉には、背水の陣に立たされた指揮官の悲壮な決意が込められていました。ドジャースという球界を代表する名門球団が直面するこの試練は、単なる一過性の連敗ではなく、チームの歴史における大きな転換点となる可能性があります。大谷翔平選手の歴史的な個人記録への挑戦、怪我を抱えながら戦う主力選手たちのプライド、戦術をめぐる首脳陣と現場の摩擦、そして極限状態の中で試されるクラブハウス内の結束力、これらの複雑な要素が絡み合いながら、メジャーリーグの長く過酷なシーズンは続いていきます。今後の彼らの戦いぶり、そしてこの絶望的な淵からいかにして這い上がるのか、あるいはこのまま崩壊の道をたどってしまうのか、すべての野球ファンの目が、彼らの一挙手一投足に注がれています。これからの展開から決して目を離すことはできません。真の強さが問われるのは、まさにこのような困難な状況に直面した時だからです。メジャーリーグの新たな歴史の1ページがどのように彩られていくのか、今後の動向に大いに注目が集まっています。